今日の動画はブログになっています。私が4月下旬から5月下旬というこの時期に釜山に来たのは、お祭りが連日行われるからです。それらをドローン空撮とともにお伝えします。今日ご紹介するのは朝鮮通信使祭り。釜山北港にある親水公園で開催されました。釜山駅の南側は昔は広大な空き地でした。大きな道路があるだけで、その先はバリケードされていましたが、そこに国際客船ターミナルができ、さらに親水公園が整備されました。釜山駅からは歩道が続いていて、雨に濡れることなくアクセスすることができます。朝鮮通信使祭りとは、江戸幕府などに派遣された外交施設の歴史にちなんだお祭りです。当時、通信使は最大級の平和の使節団として、文化や芸術を日本へ伝える極めて重要な役割を担っていました。このお祭りは韓国だけでなく、日本でもゆかりのある都市で行われているようです。メインイベントのパレードは4月25日でした。日韓の約500人が当時の衣装を着て華やかな行列を再現しました。本日は日韓友好のための踊りのステージをご紹介します。下関市の日本人と釜山の韓国人が互いに踊っています。下関市と釜山市は朝鮮通信使の縁で長年姉妹都市として交流しています。実は下関は通信使が日本に上陸して最初に立ち寄る本州の玄関口でした。歴史的に非常に深いつながりがあるんです。そうした縁もあり、毎年下関からプロの踊り手や市民団体が招待されています。では、現代の釜山と歴史的な絆が交差する元気な若者たちの踊りをご覧ください。はい、私たち釜山で踊るようになりまして、釜山の街の人が大好きになりまして、姉妹チームができました。釜山騎兵隊、そして釜山外国語大学校踊りというサークルの仲間たちです。一生懸命踊ります。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。それでは参ります。死して不朽の見込みあらばいつでも死ぬべし、生きて大業の見込みあらばいつでも行くべし。大和魂見渡と武蔵野のべりくちとどの魂山とさて次は朝鮮通信使の航路についてです。釜山の活気あふれるチャガルチの海。かつて使節団の船団はこの波止場から日本の江戸を目指して旅立ちました。当時は命がけだった大海原への門出。今も変わらぬこの海風が当時の使節団を送り出したのかもしれません。釜山の南端大壮大テジョンで使節団が最後に見る故国の風景がこの力強い断崖絶壁でした。彼らはここで遥か彼方の航路に思いを馳せ、航海の安全を祈りました。そして船団は静かな東映トンヨンの海へと進みます。東洋のナポリと称される
この美しい多島海は天然のシェルターでもありました。点在する島々の間を何十隻もの船が進む姿はさぞかし壮観だったことでしょう。この島々を抜けた先には瀬戸内海へと続く長い旅路が待っています。荒波を越え、言葉の壁を越え、彼らが日本に届けたのは実信降臨。それは互いに欺かず誠実に向き合うという平和の精神でした。さて、ここで若者の踊りをご覧いただき、動画を終えたいと思います。있습니다. 오늘 이렇게 여러분의 앞에서 춤추게 저 매우 영광입니다. 지금부터 춤추는 곡은 사사우람 있는 저희의 오리지널 곡입니다. 두 번째로 선보인 곡은 남자라며입니다. 저희가 살고 있는 야마구치 현의 전에 내로는 능력으로 행복한 작곡입니다. 시대를 넘어 이어져 온 노래의 저희는 살아가는 다잉함을 담았습니다. 믿는 길을 걷는데 너루가 함께 나아가다 그 마음으로 온몸으로 표현하겠습니다. 여러분의 미소 지을 수 있게 열심히 춤추겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다. よろしくお願いいたします。それでは参ります。はっ。皆様にお届けします。七色に輝く菊蓮の花束を。はっ。
ご視聴ありがとうございました。日本のゴールデンウィーク中は、釜山でも毎日お祭りがあります。できるだけ各地を回りたいと思います。ではまたお会いしましょう。